皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。今回はホンダリード125の試乗インプレッションをやっていきたいなと思います。はい、というわけで今回はホンダリード125の試乗インプレッションをねやっていきたいと思うわけなんですけど、このバイクリード125を検討する方って通勤とか通学とかね、あとはねお買い物とかで使おうかなという風に思っている方が多いと思うので、今回はリード125の積載性を含めたスペックをねご紹介した後に実際にね走りに行ってみようかなと思います。私はね学生時代に 125cc スクーターに乗っていたこともあって、結構ねこのスクータータイプには馴染みがねあるんですよね。なので今回はバイク女子視点にプラスしてちょっとね購入者視点も交えてねご紹介できたらいいなと思います。はい、それじゃあ早速スペック紹介からいってみましょう。ちがみなの動画。はい、というわけでまずはじめにエンジンについてですが、これは水冷4ストローク単気筒のエンジンで排気量は 124cc です。はい、そしてタイヤはキャストホイールで、ブレーキは前がディスクブレーキ、後ろがドラムブレーキです。後で実際に乗ってどんな感じかお伝えしますね。はい、続いて灯火類についてですが、ヘッドライトとポジションライトが LED 採用になっているので視認性にね優れているみたいですね。実際にねつけてみたいなと思います。はい、これがねロービームの状態で、ハイビームだとねこんな感じになるみたいですね。今はねちょっと昼間なので見にくかったかな。やっぱりね通勤時とかって朝は明るいんですけど、帰宅はね遅くなる時が多いので、ここが LED 採用になっているのはすごくねありがたいなと思います。バイク通勤とかねバイク通学をする人って家の近くにすぐ駅がなかったりとかするパターンが多くて、街灯がね少ない場所もね少なくないので、見やすいライトって 125cc スクーターを選ぶ上で、私個人的にはなんですけど、大事な視点なんじゃないかななんて思ってます。ちなみにタンク容量は6リットルで、燃費はカタログスペックだとリッター 52.2km です。このバイクはね燃費もねかなりいいバイクみたいですね。ちがみなの動画。はい、それじゃあね次はメインの積載性についてね触れていきたいなと思います。まずはラゲッジボックスです。開けますね。このねシート下のね収納はめちゃくちゃ大容量で37リットルもね入るみたいです。でねフルフェイスのねヘルメットが2個入るらしいです。ヘルメットね1個しかないんですけど、ちょっと入れてみたいと思います。こんな感じでね入りました。いやこれはねもう何でも入るんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃね大きなものも入りそうな気がします。結構ね底がね深いんですよね。そしてねお次はこれフックです。これね買い物する時にねめちゃくちゃね便利なんですよね。ちょっと取り出してみますね。もうねこれがあるだけで積載性がねすっごいねアップすると言っても過言じゃないぐらいすごくね便利なアイテムだなと思っています。そしてねこれフロントインナーボックスっていうみたいなんですけど、ちょっと開けてみますね。お、すぐ開いた。この中はね 500ml のペットボトルがね収まるサイズ感になっているみたいです。後でちょっとコンビニに寄ってペットボトル入れてみようかなと思います。そしてねまだまだね積載がね足りないよっていう人はリード125のこのキャリアの部分を使えばイヤーボックスもねつけることができるので、このバイクのね積載性は本当に純粋に半端ないと思います。ちなみにこれは純正のボックスがねつけられるみたいなんですけど、ジビのボックスもつけられるみたいですね。それでここをね開けたついでに見てもらいたいんですけど、ここにねスマートフォンとかをね充電できるアクセサリーソケットっていうのがねついています。こんな感じでねもともとねついているので、バイク屋さんでね電源取り出しをする必要もなく、そのままこれに対応する充電ケーブルとかをね購入しちゃえばスマホがね充電できるので、すごくありがたいなと思います。ちがみなの動画。はい、それじゃあねお次は気になる足つきチェックいってみましょう。リード125のシート高は 760mm で車重は 114kg です。はい、それじゃあね実際にまたがってみたいなと思います。よいしょ。
はい、私の身長は150センチなんですけど、もうね、一番ね、前の方に座っちゃえば、両足はほぼほぼベタつきな状態になっていて、しっかりめにね、座ると、こんな感じかな？よいしょ。かかとがね、若干浮くかなっていうぐらいの足つきになっています。すごいね、これね、足つきはね、いいんじゃないかなと思います。走行する時とかはね、シートのね、後ろの座りやすいところに座って、で、止まる時にはね、こうやってちょっと前にずれて止まれば、すごくね、足つきがいいので、走行中もね、すごくね、乗りやすいんじゃないかなと思います。はい、そしてね、このバイクはシートがフラットなので、まあね、決して推奨しているわけでは決してないんですけど、女性目線でお伝えすると、スカートで乗ることも可能かなとは思います。まあこんなこと言っていいのかあれなんですけど、ぶっちゃけ言うと私は学生時代は何も考えていなかったので、普通にスカートとかでも乗っていました。まあでもバイクは一般的にズボンで乗るものだとは思うので、なるべくねズボン着用で乗った方がいいんじゃないかなとは思います。まあ一応ねこれもお伝えしておきます。はい、というわけでそんな感じでリード125のスペック紹介でした。それじゃあね、せっかく秋晴れなのでこのバイクに乗って街乗りをね楽しんでいきたいなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけで現在リード125に乗って多摩川沿いを走行中です。いやー、今日はね秋晴れで天気がめちゃくちゃいいですね。今日はね、実はね、初めてね、スクーターの試乗インプレッションということで、ちょっとだけね、ドキドキしているんですけど、いやー、このね、リード125、初めて乗ったんですけど、すっごい滑らかですね。私が普段スーパーカブ C125 に乗っているわけなんですけど、スーパーカブ C125 ってどちらかというとトコトコバイクなんですけど、このバイクはトコトコっていう感じじゃ全然なくって、すっごいね滑らかなね走り心地ですね。そういった足元がフラットなねバイクってちょっとね久しぶりに乗るわけなんですけど、本当にねかなりゆとりがあるので、荷物とかもね大きめのものでもね割と乗せられそうな気がします。それでね、このリード125を選ぶ方って、通勤通学お買い物とかでね使用するっていう方がねほとんどだと思うんですけど、このバイクはさっきも言ったとは思うんですが、トコトコバイクじゃなくて結構滑らかなバイクで、振動がね限りなく少ないのでめっちゃ疲れにくいと思います。もちろんね通勤通学とか楽しみたいよっていう人は乗っててね楽しいバイクをね選択するのは十分にありだと思うんですけど、本当にね足として使うとすっごいね便利なんじゃないかなと思いました。それで一応ブレーキについて触れておくと、これもね街乗りでの感想ではあるんですけど、街乗りでね使う分にはすごくねいいブレーキなんじゃないのかなと思います。走り心地についてはねそんな感じかなと思います。それじゃあねちょっとしばらく走ってからコンビニ休憩をね挟もうかなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけで今日はねめちゃくちゃ暑いのでアイスクリーム休憩です。これねクレープアイスです。はい、いただきます。うまっ。やっぱりね甘いものってめちゃくちゃ癒しですね。クレープもねもちもちで、私これ結構ね好きなんですよね。はい、そしてねコーラもいただきます。やばい、コーラめちゃくちゃ最高。そしてねコンビニでなんでコーラをね購入したかというと、このリード125には 500ml のねペットボトルが入る場所があるので、ちょっとね試してみたくてコーラを購入しました。それじゃあこの 500ml のコーラを収納してみたいなと思います。このために買ったんだからね、決してめちゃくちゃ飲みたかったというわけじゃなくて、一応ねこのために購入しました。はい、炭酸を入れるとねちょっとねシャッフルされちゃうんじゃないかという心配も若干あるんですけど、とりあえずねこれ入れて走ってみたいなと思います。はい、それじゃあ引き続きリード125に乗ってのんびりね街乗り走行を楽しんでいこうかなと思います。行ってきます。ちがみなの動画。はい、というわけでコンビニ休憩でした。いやー、それにしてもねこうやってねのんびりと多摩川沿いを走行するって本当にね気持ちいいですね。
そしてカーブ曲がる時についてなんですけど、今回はね街乗り走行ということで峠のカーブとかをね走ったわけじゃないんですけど、何の違和感もなくスルスルね曲がれちゃいましたね。それで今ね車の流れがちょっとね速い道に来ているんですけど、これ加速めちゃくちゃスムーズ。いやー、これはね多分ね通勤すごく快適なんじゃないかな。そしてカーブ、そして上り、上りもいいね。このバイク一言で言うなら本当にね滑らか、上りもねスムーズにね登っていく感じがあります。はい、というわけで今回はホンダリード125の試乗インプレッションをねやってみたわけなんですけど、このバイクはね本当にね走り心地が滑らかで街乗り走行をしていてすごくね乗りやすいし、足つきも良くて取り回しもすごくしやすいバイクなので、小柄なね私でもすごくね気軽に乗れるんじゃないのかななんて思いました。あとはねこのバイクは積載量がほんと鬼、めちゃくちゃ入るし、ボックスをね取り付ければさらに積載量が増えるので、通勤通学お買い物以外にもねキャンプに行きたいっていう時もすごくね荷物を積むことができるので、このバイクでねちょっと遊びアウトドアなことをねしてもね楽しいんじゃないのかななんて思いました。このねリード125のカスタムスタイルではね私が乗っているスーパーカブ C125 よりもよりね多くのものがね乗せられるんじゃないのかななんて思います。そしてねこのバイクは2人乗り、シートもね結構広いしクッションもねふかふかなのでタンデムをねするのにもかなりねちょうどいい感じのバイクなんじゃないのかななんて思いました。それではね最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。